突風の奥義。ブースター2で登場した、風属性の攻撃力を上げ、守備力を下げる単体強化魔法。第1期で実装された、デメリット付きで、対応する属性モンスターを強化する、装備魔法の1枚で、灼熱の槍とともに、デュエルモンスターズシリーズ未登場となる、OCG のオリジナルカード。現在でこそ、評価の高いカードも増えた風属性だが、第1期では、中途半端な強さのモンスターが多く、使いたくなるような有名モンスターがいても、そういったカードは、召喚しにくい融合モンスターであったり、当時の風属性を代表する、ハーピーレディには、専用装備のサイバーボンテージが登場するなど、色々と恵まれなかったと思わずにはいられない、不遇な印象の装備カードだった。この奥義で起こした風かはわからないが、第2期には、突風というトラップカードが登場している。センスとは、仰いで風を起こす道具の一つで、古くは奥義と呼ばれた、折りたたみ式のうちわのこと。竹焼きで作られ、地紙に入れる中骨と、親骨に分けられる、骨、金属やプラスチックなどで作られた、骨を束ねる部位を、要。加工された、和紙を貼った部分を洗面と呼び、一番外側の、親骨と呼ばれる太い骨を、ずらすように開くが、開く角度は、円を3等分した、120度前後のものが主流とされ、扇形と呼ばれるこの形は、幾何学の用語にもなっている。その他にも、扇を由来とした言葉は多く、野球では、球場を扇に例えて、捕手を扇の要と呼び、壊れると用をなさなくなる、最も重要な部分であることから、特に大事なものを指して、肝心要という言葉の語源となり、センスの形状は、末広がりに通じるものとして、縁起の良いものとされた。日本では、平安時代の初期に、火扇と呼ばれる、薄いヒノキの板で作られた扇が存在していたが、火扇は冬、紙線は夏と、使い分けられていた以外に、和歌を書く、花を乗せて送るなど、コミュニケーションの道具としても用いられたことが、源氏物語や歴史書などに記されている。なお、日本や中国などで使用されていた、東洋の扇は、16世紀にヨーロッパに伝わり、17世紀には、絹やレースを張ったものや、クジャクの羽を用いた、稜線が製作されるようになった。突風の扇は、第4期に登場したトラップカード、ゴブリンのその場しのぎのイラストにも描かれている。アニメ、バトルシティ編、第133話、友との誓い、レッドアイズブラックドラゴン。城之内くんこと、城之内克也の回想となる、ドミノ超デュエル大会、準々決勝において、対戦相手が融合召喚した、メタルドラゴンの、守備力を下げるために使用された。しかし、城之内の使用する風属性モンスターとしては、ベビードラゴンが有名だが、ベビードラゴンは、王国に行く際に手に入れたものであり、王国よりも前の大会で、戦士族、獣族、中戦士族を好んだ城之内が、このカードをデッキに入れていた理由は謎である。